そのピュアな気持ちでこの大地に降り立とう。こんにちは。アナスタシア響き渡るシベリア杉シリーズを読んで一族の土地整備中のたかしです。今日は、玄関のガラスドアができましたんで、建具についてちょっと今日は説明してみようと思います。今日の流れですけども、大きく分けたら4つありまして、1つ目が建具とは、建具の位置づけについて、で2つ目が建具の種類について、で3番目が構造について、で4番目が作る時の注意点っていう形で、進めていこうと思います。でまず一番最初、建具とはということなんですけど、まず建具っていうのはドアとか引き戸とか扉とか人が出入りするところだったり、物を出し入れする場所だったりというところの戸のことですね。戸のことを建具って言います。住宅の中での建具の位置づけについてなんですけど、基本的に常に稼働している部分です。ですので、繊細な機構になっているということが言えます。これは何でかっていうと、稼働するためには必ず隙間が必要なんですね。物と物同士ががっちりと組み合わさっているともう動かないので、稼働するってことは必ず隙間が必要ってことになります。で、この隙間が大きすぎると気密性というところに関わってきます。だからあんまり隙間が多いとね、それこそ冬の隙間風がひどかったり、寒くて大変だなみたいなことになっちゃうんで、建具はミリ単位できっちり作る必要があるっていうことが言えますね。だから DIY の中ではハードルの高い箇所なのかなと思います。で、建具の種類についてですけど、大きくざっくり分けると、かまち組の建具と、それからフラッシュという構造の建具、2種類に分けることができます。かまち組っていうのは、日本古来からの和風建築、和風の建具、和風の家に一般的によく見られる木の枠組みの中に板とかガラスを入れて扉を作っているっていう形がかまち組という建具になります。で、一方そのフラッシュっていうのは構造的には中に同じように枠があるんですけど、枠を両脇から化粧の板で見栄えの綺麗な薄い板でサンドイッチするっていう工法、これがフラッシュという工法の建具になります。で、今現在ですと、建て売りの住宅とか大手の住宅メーカーの家なんかはもうほぼ全てこのフラッシュっていう方法の建具が一般的ですね。はい。で、今回も一応、中に芯が入ってて、でそれを両方からサンドするっていうこのフラッシュの方法で玄関のガラス戸を作ってみました。はい。ですので、3番目、構造についてなんですけど、今回はこのフラッシュのガラス戸について、説明してみようと思います。まずガラス戸ということで、ガラス自体が結構重いので、ガラスの重さっていうのを考えたときに、ガラスなしの建具よりは、構造的に強度のことをしっかり考えないといけないというのが一つありますね。はい。ガラスの開口部分、このガラスを入れる部分が多ければ多いほど、ガラスの重さで建具自体が重くなる。で、プラス、ガラスの面積が増えれば、構造部分で使える部分っていうのが、狭くなっちゃいますので、強度的には弱くなって、で、重さで建具がこう変形する、建具が垂れる心配が出てくるっていうことが言えます。なので、一番最初ガラス戸の場合、建具をデザインするときは、ガラスを入れるこの開口部分と他の構造部分っていうののバランスをしっかり考えなければいけないですね。木で作る場合は構造部分の強度っていうのは限界がありますんで、やっぱりどうしても構造部分の広さっていうのはある程度確保しないといけないです。大きな開口のガラス戸を作ろうとした場合に、例えば金属のフレームを使ったりもしますね。金属のフレームを使うことによって、それで強度が出せることもあります。はい。はい。このガラス戸なんですけど、基本的に、開口があって、で、そこにガラスをはめ込むっていう風になります。で、基本的にこの中にガラスを入れる場合は、割れた時のことを考えて、ガラスが交換できるような仕組みに、してあるのが基本です。一般的には、四方に溝をついて、で、上の溝を、ちょっと広めに取って、で、下の溝をちょっと狭く取って、そうすることによって、上にガラスを差し上げて落とし込むっていう構造が出来上がります。
で今回は、四方3内3度目にしてあります。これはめんどくさいからこれをしてしまったんですけども、こういう感じですね。ここビスで2本止まってますけど、ここに3をこう打ち付けて、で、これが四方止まっている感じになります。で、これはビスで止めてあるだけですので、このビスを抜けば3が外れて、もしガラスが割れてしまったとき、それかガラスを交換したくなったときに交換できるような仕組みになってます。はい。ここで注意しなきゃいけないのは、ガラスを入れる位置ですね。ガラスを入れる位置は、基本的に前後どちらかに振る感じになります。大体は、この表ですね。これは玄関ドアで、作りましたんで、この3の部分が多ければ多いほど、ここにホコリが溜まったり、雨がここにかかったりするリスクが高くなりますんで、基本的にこの表側を少なく取ります。ガラスをだから表側に寄せてる感じですね。この3、こっちが表です。はい。で、こっちが裏側の方がこう厚いですね。奥行きがある感じになってます。はい。で、ガラスを使う面も、このザラザラの面は内側に使いますね。はい。このツルツルの面がやっぱり、ホコリも落ちやすいですし、掃除しやすいので、これが基本的に外側になります。ツルツルの面が外側になります。はい。今回はこのフラッシュという工法で、玄関のガラス戸を作りました。中に芯が入っていて、芯にする木材が入ってまして、でそれを両脇から化粧の木材でサンドしている形になります。今回はこのはめ板っていうのを使いましたね。こういう構造になってます。でこれはね、本ザネっていう構造なんですけど、これによってこういう風に合わさりますね。はい。で、このはめ板なんですけど、釘がここに刺さるようになってますね。ここに釘を留めて、こういう風に留めます。ここに。で、それによって、重なった時に、前の釘が隠れて見えなくなるっていう構造になってます。はい。建具でこのはめ板を使う時の注意点なんですけど、今回はこれを横で僕使ったんで、このはめ板の向きですね。これを気をつけなきゃいけないですね。こういう風に使ってしまうと、この溝部分に雨が溜まる、水分が溜まってしまうリスクがありますので、使うときはこういう風に使います。これだと雨がかかったとしても、きちんとこう流れてくれますね。中にこう雨が入らないようになります。これによって。はい、こういう風にいきますので、これで雨の溜まる部分がなくなります。はめ板を横に使う場合は、この本ザネの向き、これに気をつけなければいけないですね。はい。木造建築、木の作り物の場合、小口を隠した方が綺麗っていう一般的な認識があります。で小口っていうのは、こういうふうに木がありますと、この断面ですね。この断面の部分のことを、小口と言います。でこの断面の小口が見えない方が綺麗っていう一般認識があります。これはもう感覚の問題もあるので、個人の好きで、逆にこの小口を出した方が、使った方がおしゃれっていう人もいますし、そういうおしゃれなデザインの建具も存在しますね。はい。で、一般的に作るときは、その小口を隠すようにという風に作っていきます。ですから、この建具の場合も、ここが切断面になってくるんで、ここに1枚この木を貼り付けて切断面が見えないようになってますね。はい。こっちもそうですね。ここも1枚貼り付けてあって小口が見えないようになってます。で4つ目、作る時の注意点です。建具はとにかく歪みが一番大敵です。歪まない建具を作ることがとにかく一番重要です。一番初めに言ったように建具というのは住宅の部位の中でも特に繊細な部位なので、ちょっとの歪みが立て付けの悪さに直結します。可動性の悪さに直結してきます。だから、とにかく歪まない建具を作るっていうことが一番重要です。でそのために、まず一番最初に注意しなければいけないのは材料選びですね。木は基本的に動きます。
湿気や乾燥によって木は動きます。動くのが基本です。だから、なるべく乾燥してある、しっかり乾燥してある材を選んで、それで作るっていうことはすごく重要です。そして建具を作って組み上げる最中にちょこちょこ歪みを直していくこともすごく重要ですね。はい。一番まずい歪みっていうのは、こういう風にありますと、こういう歪みですね。こういう歪み。こういうねじれが一番建具は大敵です。組み上がった時のこの歪みを取ることが建具を作る時に重要な点です。接着剤が乾ききる前にとにかく歪みを取るってことですね。歪みの取り方についてですけど、一方向からこう睨むっていうんですけど、一方向から建具を見ることによってこの歪みがわかるんですよね。こういう風に見ると歪んでるかどうかっていうのがわかるんですよね。はい、こう歪んでたらこっちからこう見た時に歪みがわかります。でこういう状態で、歪みをきっちり把握してでもう直していくっていう作業です。はい、これを接着剤が乾ききる前にしっかりすること。接着剤が乾ききる前に歪みをしっかり取ることが建具を作る時の一番の重要ポイントです。はい、で実際に作っている動画は、概要欄リンクからありますので、また興味のある方はぜひご覧ください。はい、今日は建具について作る時の注意ポイントについて、まとめてみました。ご視聴ありがとうございました。